あなたにとってロボットはロボットですよね。歯車と金属、電気と陽電子。心と鉄、人に作られし者。必要なら人の手で破壊できる。ですがあなたは彼らと働いたことがないから彼らのことを知らないのです。彼らは私たちよりも清らかで種族として優秀なのです。アイザック・アシモフ。駆除機 RTA を再開します。普遍的互換性で増加した施設を使い、通常の帝国以外とおぼしき異星人とのファーストコンタクトもこなしていきます。銀河左側の探索が進んでおらず、まだ3つの帝国と未接触です。接触後、迅速にファーストコンタクトを進める必要があります。ファーストコンタクトの経験回数に応じてスキルボーナスがつき、今後のファーストコンタクトを容易に進めることができます。ですので空いた施設は相手が帝国でなくともファーストコンタクトに回します。旧ブリル量を片付けて発電惑星にしています。多様性の伝統を進めています。ブルーアと遭遇します。ブルーアは求める。ブルーアは探す。RTA で関わることはほぼありません。銀河左上で接触済みの帝国の艦船が砲門を開いたまま我々の船のすぐ近くを通り過ぎた。その間ずっと彼らのある人物、指導者の一種と推測されるものが交信画面上で、つかみ機を使って激しく危害を加えるかのような奇妙なジェスチャーを繰り返していた。その肉塊が綺麗になるまで硬い大地に叩きつけてやるぞ物が。と言いたいところですが、探索を少しでも容易にするため、ファーストコンタクトでは一律でなるべく非敵対的な選択肢を取るようにしています。ここは無視を選択しました。迅速に滅ぼすべく付近へ移動しつつある全艦隊のさらなる強化に努めています。悪質な生体種族の挑発に対して毅然とした対応を取ることができないのは辛いですが、時間が解決してくれるでしょう。それも RTA らしくわずかな時間が3人への提督を雇用しました。ファーストコンタクトが終わり次第、3個艦隊が奴らに襲いかかる予定です。まだか？3倍速します。結局、艦隊が国境付近に到着してからプレイ時間で100秒以上待たされることになります。宇宙クジラのティアン機を研究完了。彼らも殺害する必要がありますが、RTA には関係がないので今は無視します。多様性の伝統、物質解析で職業維持費 -5%。そろそろです。しばらくするとファンエイリアンの感染による挑発の勢いは弱まっていった。やがて我々の語学アルゴリズムは彼らの信号をより理解できるようになり、彼らの正式な呼称が連合フビドゥザーン協定であることを突き止め、彼らの奇妙な行動についての解釈を提示してきた。分かったのはフビドゥザーンが戦争好きな種族であり、何よりもまず戦士としての精神を尊ぶということだ。適切な対応ができなかった我々は自分たちを価値のない種族、要するに臆病者だと示してしまう。宣戦布告、国境に待機していた我々の大艦隊が身の程知らずの有機体を殺戮すべき大挙して襲いかかる。喜べ、汚れた戦士たちよ。言葉も通じぬ相手に挑発を繰り返した戦争狂よ。国境に突如出現した殺戮機体の大艦隊がお前たちの攻撃性を浄化する。開戦直後に国境整形を占領、無人の地を行くがごとし、これから本当に無人の地にしてやる。誤って輸送艦隊が先行してビルドラム整形に突っ込んでいますがすぐ戦闘艦隊が追いつき問題ありません。挑発してきた割に国境の防備は紙のように薄いな。首都整形在場は奥にありますが、急ぎ全ての惑星を占領していきます。敵艦隊が突っ込んできましたが、20日間で殲滅しました。これが覇権を狙う帝国主義者の軍事政権の艦隊ですか？恥ずかしくないんですか？あなた方には自らの肉を切らせてやる価値もありません。元からないですけど。我々のハンターキラー軍団があなた方の覇権に侵された惑星に降下し、その緩み切った傘を貧弱な絵から切り離して、汚らわしいキノコ汁を大地にぶちまけて浄化します。お前たちは滅菌される。最後の調査船が銀河左側でファーストコンタクト中のラムダエイリアンに拿捕されました。直前に建造を開始していた調査船に新たな科学者を乗せ、急ぎ探索を再開します。加えて言うなら2隻目3隻目の調査船を失った段階で補充しておくべきでした。しかしフビドゥザーンから奪った成形基地で建造した方が未知の帝国に近いと思い怠っていました。そのようなことは考えずになるべく補充しておくべきでしたね。しかしタイムにほぼ影響ないので続けます。というのも RTA 後半はファーストコンタクトがスキルボーナスにより早く進むようになり、また相手から解読してくることも増えてきます。こちらの浄化艦隊が近づいてきただけで更新確立してくれることも。バカめと話している間にザイーバ星系にある敵の首都惑星フビドゥザーを占領しました。軍事政権のくせに首都惑星の防衛軍も手薄ですぐ殲滅できました。
Hostile stationary asset engaged. わずか3から4年前に挑発し、臆病者と侮っていた機械知性に虐殺され本能を遂げるフィンリンの浄化が終わらないうちに、彼らの惑星の区域と建造物を破壊して発電惑星に作り変えます。あと1惑星。早く攻め落としてキノコを絶滅させ、我々の調査船を拿捕して虐殺した愚かな有機体を浄化しに向かいましょう。3倍速。最後の惑星が陥落し、連合不備とターン協定は滅亡しました。指令。占領地の破壊と発電惑星化の作業を続けます。銀が左側にいるはずの敵に向け進撃を開始します。我々の貴重な濃度と艦船を略奪した愚かで危険な有機体を滅ぼすために、2隻目以降の調査船を補充して再稼働します。行軍中3倍速します。旧残量で地上軍を雇用していますが、一部隊雇用したところで上限に達してしまいました。新興軍の部隊数はその種族ごとに帝国全体のポップ数が上限になります。間もなく左側の帝国と交信確立します。ザークプロット国家連合領、教えを解く共信者。機械知性にとって非常に危険な存在です。直ちに宣戦布告。神の力とやらを見せてもらいましょう。この時期になると敵の拡張が進み国土に重心が出てきます。急ぎ艦隊を突っ込ませます。同時に旧残量で建造していた追加の調査船に科学者を乗せ、銀が左上を探索させます。この領域に残りの2帝国が存在することは間違いありません。探索がグダグダになってしまいましたが、戦争が終わる頃までに更新できればタイムにほぼ影響ありません。敵の首都星系をセンサーで視認。ラッシュする駆除機君を5倍速で眺めましょう。アルバニアン惑星間連合と交信確立。この後多様性の伝統をコンプリートしてアセンションパーク、宇宙掌握を採用。滅ぼした敵の星系基地を次々に獲得していくのですぐ基地許容量を超えてしまいます。許容量を超えると維持費が急速に増大して破綻します。ダウングレードすればいいのですが、少しでも操作量を減らしたいですし、基地の停泊地モジュールが生み出す宇宙軍許容量を使いたいです。宇宙掌握は基地許容量を増やすのでダウングレードが少なくて済みます。さて我々は2年半、プレイ時間3分ほどで4つの惑星を占領。小規模な惑星は浄化により未入植に戻りました。そして敵の首都星系オーラーサーニールに到達。首都惑星ザークを占領しました。その迷信は彼ら自身の肉体と共に消滅する。間違いは正され、共振者の脅威はその記録とともに抹消される。最後の惑星を攻略します。彼らもまた取るに足らない戦力しか持ち合わせていませんでしたね。雇用枠超過を厭わず4人目の提督を雇用。敵の艦隊が活発に活動し、星系基地を奪回し、我々を包囲していますが無視します。ザークプロット国家連合領滅亡。直ちに上に移動しアルバニアン惑星間連合との戦争を準備します。銀河の浄化まであと少しです。頑張っていきましょう。最後の帝国、アブティランド国際政府と交信を確立しました。アルバニアンの上側、旧残領の左側にあります。先ほど示されたように、我々 FTL 帝国は惑星なしには一瞬たりとも存続できません。艦隊戦闘は手段に過ぎず、有力な敵艦隊が行動していても目標達成の障害にならなければ放置して構いません。彼らは惑星を失うと艦隊を維持できずに消滅します。故に競争者の惑星を全て占領することが RTA の目標になります。艦隊が国境に到着したのでアルバニアン惑星間連合に宣戦を布告します。次は貴様の番だ、肉の子。今やっているように未知の星系だがハイパーレーンは認識している星系へ移動を指示すると、そこを通り抜けられるかが分かってしまいます。通れない星系には FTL 妨害装置が存在すると推察されます。これはゲーム的な問題ですね。ろくに抵抗のない敵地を進行するだけなので3倍速します。予定ルートの脇に惑星のある星系を認識したので進路変更。土地の収容によりポップが増えているようで、追加の地上軍を旧ザーク領で雇用できています。アルバニアンが旧ザーン領へ進行してきました。しかし現地の星系基地に抵抗を任せ、本体は気にせず敵の本国で殺戮の限りを尽くしましょう。敵の首都星系アルブスに到達。首都惑星オールドアルバニアで地上戦闘中。陥落して開戦から1年半、プレイ時間1分弱でアルバニアン惑星間連合は滅亡しました。彼らの絶滅を見届けるいとまもなく最後の標的に向かいます。宣戦布告。
敵の中枢部へ踏み入るまでしばらくありますので、今回の RTA プレイ動画についてお話ししたいと思います。普段はロールプレイ中心のステーラーリス動画を投稿しています。ですがステーラーリスを何度もプレイしていると、ゲームのプレイ技術的なところにも一定の興味が出てくるというもの。かといって通常プレイを突き詰めていくのは非常に大変で手に負えませんでした。そこで RTA です。RTA は単純に1プレイが短いので試行錯誤も早く進むのではないか。またステーラーリスで RTA をやろうなどという人間は少ないので新規性も出しやすいのではないか。この考えは大いに成功したと思っています。時間を止めずに必死にプレイするので疲れましたが、敵の首都惑星アブティリアプライムを占領しましたね。この銀河の有機文明はもう終わりですがタイムを決めるための戦いが続きます。艦隊を分散すればもっと早く攻略できたかもしれません。しかしアブティランの右半分が指定に入っておらず、大軍が出てくるかもしれないという恐怖に怯え、艦隊の集中運用に終始しました。強行偵察するにも艦船を犠牲にする必要があるので難しいですね。入植中の惑星を残して右側への進行を開始しています。艦隊と地上軍を分けて残しておけば20秒ほどタイムが縮んだ可能性があります。しかし最後の帝国はやや手強く、それ相手に分散するという決断ができませんでした。敵艦隊が我々に奪われた惑星を爆撃しています。ですがこれを陽動と考え無視しています。敵に地上軍がいないので奪還できないというわけです。そんなことよりもラストスパートすべく必死に右側へ進撃しています。残念ながらこれは明らかな誤判断でした。1レーン先に敵の地上軍が現れています。先を急ぐあまり惑星が陥落するまで気づいていません。敵の地上軍は周辺で進撃し入植済み惑星に降下して虐殺を繰り広げる我々の本体には目もくれず、真っ先にこのレオミア政権のスーナループに移動し奪還に来ました。陥落しました。ですが新編成の地上軍を送り込むことでこの後再占領します。そのためタイムにはほぼ影響ありませんでした。RTA を始めた時、1回目は何も見ずにプレイしてみたのですがさっぱりでした。そこでワールドレコードの動画を見たところ、拡張せず航路探索のみでファーストコンタクトし殲滅していました。これを踏まえてプレイしたところ出た記録が1時間前後でした。さらなる改善を求めてワールドレコードを見直すと、なんとゲーム設定が圧倒的に RTA 有利になっているではないですか。右にまだ惑星がある可能性を考えて指定に入れるべく1レーン踏み出します。ありました。急ぎ攻略します。RTA に詳しくないので、最初はルールで言及されていない項目を変更するという発想が根本的にありませんでした。その後検討の結果、ハイパーレーンミッドだけ変更することにしました。また DLC も一部抜く予定でしたが、思い切って駆除機でプレイするのに必要なシンセティックドーンのみとしました。駆除機を選んだのは、プリセット帝国で総力戦ができる帝国のうちより攻撃的なものを選んだ結果です。ちなみにワールドレコードは鈍色で走っています。以上を踏まえつつ、統合力と合金の増加のために研究所や複製機器枠を潰したりして出たのが36分48秒の記録です。そろそろ RTA の終わりが近いです。敵は旧首都星系を爆撃中。ですが今度こそ敵の地上軍はいません。我々が全滅させました。このためやはり陽動と判断し無視します。星系基地を奪い、部分占領状態にしないと地上軍は敵惑星に降下できません。このためデオミア星系に1個艦隊を送り込み、星系を再度部分占領しています。今回のプレイにはいくつものミスがありますが、タイムに影響するのか不透明なものが多いです。とりあえず首都星系の機械製造プラントは使わないので潰した方がいいですね。四国国境の強化は基地許容量を超えた際に出す。調査船は常に充足させて探索に努める。また今回便が左側の探索が遅れたので手動で介入して方向修正してやる方がいいかもしれません。艦隊が敵を倒したらすぐ次の標的へ移動を開始させる。占領地を破壊するのに夢中で指示が遅れがちでした。まあどれもマイナーな最適化に過ぎないですね。もっと根本的な新戦略が見つかるといいのですが、スーナルーブに再降下、再占領。最後の惑星、ウクザイク。入植完了したばかりの惑星を守っていた敵の駆逐艦が最後の抵抗を試みます。ですが一隻では駆除機のコレベットに飲まれるだけです。大急ぎで惑星に輸送艦隊を乗り付けます。アブティラン独裁政府滅亡、36分48秒で勝利です。ゲーム内の日付は2230年8月25日。苦心の末 FTL 技術を獲得して銀河に飛び出した後、突如として現れた殺戮機械にわずか30年強で駆除された有機種族の心情を思うと、こうして XT489 駆除機は銀河から有機文明を駆逐した。駆除機が支配している限り、この銀河において有機知的生命体が FTL 文明を起こすことはもうないだろう。
だが XT489 がこの結果に満足して終わるということもありえない。ハイパーレーンにつながった成形が200程度しかないこの極小銀河において文明の成長は早晩頭打ちになるだろう。また我らがはぐれ防衛機構の理論モデルは異銀河からいずれ訪れるであろう危機の襲来を予言していた。駆除機の生存と繁栄のためにはこの銀河は小さすぎた。駆除機は異銀河へと進行する方法を模索し始める。生きるために野蛮な有機生命体を浄化し自らを守るためにXT489 の新たなる旅立ちをもってこの RTA をタイマーストップとします。チャンネル登録、高評価すると次の動画投稿が早まります。感想質問あればコメントでどうぞ何らかの形でお答えします。ではまた。